1歳から振り返るに大学から社会人レスリング編です。専修大学に一緒に行って日本一のチームにしようみたいな、遠すぎると思って見てもなかった山があれ山頂見えちゃってるみたいな状態になってて、リンヤとケイトに関しては毎日僕がボコボコにしてたぐらいなので。ウェルカムトゥリンヤチャンネル、おっす、中村リンヤです。今日は中村リンヤ1歳から振り返るになります。大学から社会人レスリング編です。はい。大学進学をした理由とか、専修大学を選んだ理由みたいなの伺っていいですか？最初は、僕は早稲田に行こうと思ってて、はい、評定高校も取ってみたいなことをやってたんですけど、はい、高校3年生のインターハイは団体は優勝したんですけど、はい、個人戦は文田健一郎選手っていう選手に負けちゃって、はい、投げられて負けちゃって終わったんですよね。3位で終わったんですね、高校のインターハイ、はい、すっげえ悔しくて、ワンチャンこの高校を卒業してからもう MMA を半分ぐらいやろうと思ってた自分もいたんで、こんななんかレスリング中途半端で MMA 行ったら MMA も中途半端で終わるなっていう気がなんかしたんで、その試合で負けたことでレスリングもう一回ちゃんとやんなきゃみたいな気になってたんですね。はい、結構早稲田行きたいっていうのは、ファッション的に早稲田はやっぱいいし、就職も困んないだろうし、はい、っていうなんかちょっとどっか人生に対する保険もあって早稲田って言ってたところもあったんですけど、はい、ここでレスリング中途半端な気持ちでやったらダメだと思ってた時に、同い年のインターハイチャンピオンの与那覇龍太っていうのがいて、はい、彼はすっごい中学校高校ってもう敵なしのチャンピオンで、同い年の中でもやっぱすごい憧れの存在みたいなところにいた与那覇君が、リンヤ専修大学に一緒に行って日本一のチームにしようみたいなことを言ってきてくれたんですね。はい、最初専修大学は全然もう頭の片隅にも入ってなかったんですけど、はい、なんでっつってその龍太に話聞いたら、専修大学ってコーチングスタッフもすごいし、環境も素晴らしいし、寝て上に道場があって学校がそこにあって生活がそこだけで完結するから、いわゆる ATT にいるような環境ですよね。移動がなくてずっとレスリング没頭できるみたいな。コーチ陣も素晴らしくて、オリンピックチャンピオンがいたり、長谷先生がいたりだとかで、そういう環境がいいのにチャンピオンじゃないチームで一から俺らでチャンピオンチーム作ろうぜみたいな熱量でこう言ってくれて、はい、大学って監督からスカウト来るんですよ、はい、うちの大学にあなたの高校の誰々選手くださいとか。けどやっぱそういう同期、一緒に頑張れる同期からそうやって一緒に誘われて、こんなありがたい話ないし、こういう熱い気持ち持った仲間と一緒に頑張れるのは幸せだよなと思って、はい、そっから専修大学に興味持っていろいろ話聞いたりして入学することを決めたんですよ。そもそも高校在籍していた時は自分は大学まで行くんだっていう気持ちではいたんですか？するならするし、しないならしないでもいいかなぐらいに思ってましたね。なるほど。 MMA 本気でやっちゃうっていう、アルバイトでもしながら、このまま終わるのは中途半端だなっていう、はい、レスリングに対して思ったから大学行って続けようって思ったってことですかね。レスリング部に席を置きながら、半分 MMA の練習に行きますとかでも許されるような環境を作ろうかなって思ってたんですけど、ああなるほど、はい、はい、こんな高校でも日本一取れないのに、ダメだなっていうので一回ちゃんとレスリングを力つけて、もう MMA の世界行ったらレスリングだったらもう僕の上いないんで、はい、って言えるような状態で行きたいなと思って、はい、そうなったって感じですね。わかりました、ありがとうございます。はい、専修大学レスリングでの過酷な練習や試合実績や思い出話していただけたらと思うんです。はい、はい、専修大学も僕らが入学する頃はそんなに目立った成績がいい大学ってわけではなかったんで、はい、ここの方が練習きついだろうぐらいに思ってたんですけど、ヘッドコーチでいる佐藤コーチっていうのが本当に死に物狂いで練習して、何者かに取りつかれたかのような練習量でオリンピックの金メダルを取ったすっごい努力家の先生で、はい、その先生の求める
室での練習量をすごいこなさなきゃいけないチームだっていうのを分かって、すっごいやっぱ最初ついていくのに必死でしたね。同い年にそのヨナハってやつとかチャンピオンクラスの同級生も結構いたりして、いろいろ沖縄だったり秋田だったりいろんなところの高校からこう大学は1個になるんで、地方の色とかも出るし、うわこういうのすっごい楽しいなと思いながら毎日とにかく必死についてってましたね。朝練が朝6時スタートで午後練が夜6時スタートで12時間おきに練習がこう来るような感じなので本当なんか大変でしたね。花咲徳栄、相当ハードそうな話ぶりでしたけど、そこと比べてもやっぱ大学やばいなみたいな感じだった。高校は同じことを永遠と続けるみたいなもののしんどさがあって、例えば 400m のダッシュ10本終わんないから11本12本13本みたいな同じことをすっごい頑張りながらやるみたいな、そういう力がすごいついたなって思うんですけど、大学は大学でまた頭をすっごい使いながらこの時はこう動くこの時はこう動くってこっちの忙しさも加わりつつ、きついことをやるっていうのがやっぱちょっと、なんか科学がすごい入ってきて、頑張るっていうだけじゃなくて頑張るタイミングだったりとか頑張りどころだったりとかそのメリハリをつけて頑張るみたいな。そのなんか当たり前のことを何本も何本もやるっていう強さは当たり前としてあった上で次じゃ頭使いながら処理していこうみたいなフェーズに入ってったかなっていう感じですね。大学の練習は結構高校の時がむしゃらにタックルどっちが先に取ってがむしゃらにやってたんですけど、佐藤ヘッドコーチはこっちからこう技術作って右から詰めてって左行ってこうやってこう技術があればハマるからみたいな、すごい技術を大事に大事にロジックにこうレスリングを考えて、技術として自分のものにしていくっていうのをひたすらやりましたね。大学 1,2 年3年とかで。それが先ほどおっしゃられた科学が入ってきたっていう、科学的にこう練習するようになってきたなっていうロジカルさっていうものを意識して、シンプルにきつい練習がすごい多かったのがいろんなサーキット系のトレーニングが入ってきたり、ダッシュでも距離が違うダッシュがいっぱい入ってきたり、ダッシュの間でもちゃんと止まって整えるのかジョグで鳴らして次に行くのかとか練習の方法ってすごいいっぱいあるなっていう、いろんなプログラムの中でこう強くなってったなっていう、楽しかったなあれも。楽しいんですね。その時はもうずっと必死ですけど、振り返ってみるとあれですよね、ずっと楽しいですね。結局絶対そうなっちゃうから、素敵な人生をずっと聞かせていただいてますよ私。ありがとうございます。専修大学時代の仲間たちについて、格闘技をしている仲間がキャラ立ちのメンバーとかっていらっしゃったら、ご紹介いただけたらと。同級生で一番視聴者さんで知ってる人が多いのは川田マストだと思いますね。今グラディエーターのフェザー級チャンピオンで、マストも僕が小学校の時に試合してギリギリ勝ってみたいな、すごいそこから強いやつだっていうマークの仕方をしてたんですけど、大学でこう一緒になって、一緒のチームで頑張って同じ年でアンダー23とか優勝したりして、レスリングを一緒に頑張ってたんで、まさか MMA をやるなんて一番思わなかったようなタイプだったんですけど、僕のあと1年遅れで MMA 入ってきて、ロードトゥ UFC 入ろうとしてたり、すごいびっくりですよね。この展開には僕が一番びっくりしてんじゃないかな。あとはブレイキングダウンの応募動画でなんか俺にめちゃめちゃ結果打った発言した青木俊壮ってやつがいたり、はじめまして、青木俊壮です。僕は専修大学の、レスリング部出身で、同期に、UFC の中村凛也だったり、ワンチャンピオンシップの山北圭と、あとはライジンの武田浩二というのが専修大学レスリング部の同期後輩なんですけど、凛也とケイトに関してはレスリングでちょっと同じ階級だったので、練習でもう毎日僕がボコボコにしてたぐらいなので、それぐらいのレスリング力はあります。彼をボコボコにするっていうのはかなりの
相当強いですね。相当強いです。だから自信がなんか出てましたよね。松戸でジムやってるんですよ。パーソナルジム。そうなんですか。はい。リネ来てーって言うけどまだ一回も行ってない。あれ私本当衝撃的だったんですよ、はい、中村凛也俺ボコボコにしてたからね。ふざけんな。毎日ボコボコしてたからね。ふざけんな。1年の時は僕救急車送りにしてますからね。彼のこと金玉頭ゴチーンってやってタックル入ってガーンって持ち上げようとしたら金玉に入って「入れた救急車救急車」そんなやつですけどね。はい。マスト選手は小学校ぐらいの時から存在はもう試合も当然してたし、そうです強い選手だなっていう認識でもって大学で改めて出会ってチームとしてってことですね。そうですね。プラスチームとして呼んでくれた与那覇龍太そっかと伊藤一馬っていうチャンピオンがいて、僕は彼がいるのが結構専修大学に進む大きな決め手になったんですけど、ちっちゃい時どうやったらこういう人間になれるんだろうなって思ってたような子なんですよ、その伊藤一馬っていうのも。人格的に素晴らしいってこと？人格っていうかそのレスリングが意味わかんないぐらい強いみたいな。天才的なんですね、ちっちゃい時ってどうやったらこうやって強くなるんだろうみたいな。高校も中学もずっとチャンピオンで、僕はなんかこう階級を落としたりしてずるく勝ったりみたいな感じでしたけど、こういう人間とどう違うんだろうなってすっごい気になってたような、レスリング人生として1回でも勝てればいいやぐらいの目標にいたような伊藤一馬っていう同い年のチャンピオンが専修大学に行く。与那覇龍太っていう熱い同級生も誘ってくれて、これで僕は行こうってした。なるほど。したらマスト、あの時強かったマストもいるし、いっぱいいい練習できるなみたいな、最高じゃんって言って入ってったんですね。仲間はすごいいいですね。1個下の後輩に浩二選手がいるんですよ。武田浩二が。埼玉の時は僕は徳春で浩二は栄でバチバチの関係だったんですけど、僕が仙台入ってから連絡来て、一緒にやりました。専修大学のレスリング部出身の格闘家って多くないですか？多いですね。その1個下にも今ワンで活躍してる山北圭人がいて、上の世代も上の世代は上迫選手と江藤選手っていうのがライト級で活躍してる選手がいて、何かあるんですかね。たまたまだと思うんですけど、格闘技の熱って絶対広がってきますから、誰かいたら周りもやりたくなっていくんだと思います、自然に。今ずっとお話伺ってたんですけど、全然花のキャンパス出てこないんですけど。全然ないっすよ。だからキャンパスライフは。キャンパスライフない。休みの日はパチンコ行くぞっつって、専修大学生はパチンコ打ってビール飲んで強くなるやんみたいな。はいっつってパチンコ打ってビール飲んでました。休みの日っていうのは何曜日が休みなんですか？決まってはないんですけど、たまに木曜日だったり日曜日だったり。じゃあ毎週1日あるわけでもないんですね。っていう感じではなかったっすね。月に 1,2 回。1日休めるのは2回ぐらいですかね。半日オフとか午後休みとか午前休みで午後練習みたいな、たまにの休みの日にパチンコに行く、先輩とかと朝一からこれあんまコーチとか見てるから言わないまあいいか、いいですよ。そんな全部そこに入れてたわけじゃないですから。社会人でもレスリングを続けたかと思いますが、以前の動画でもお聞きしましたが、東京オリンピックを目指されてたんですよね。そうです、自然と頑張ってたら、大学2年の終わりぐらいにリオデジャネイロオリンピック予選の候補ぐらいに絡んでくるようになっちゃって、あれみたいな、遠すぎると思って見てもなかった山が、あれ山頂見えちゃってるみたいな状態になってて、気づいたらじゃあちょっと頑張ってみようかと思ってオリンピック意識してこう全日本とか出るようになって、リオデジャネイロオリンピックの予選がすぐ来たんで、ちょっと意識してやってみてダメで準決勝で負けちゃって、その時準決勝で負けた相手の子、樋口玲君っていうんですけど、もう本当もう15回ぐらい試合してるんですけど、その子が銀取っちゃったんで、リンいけるよみたいになっちゃって。うわーと思って、本当はここ4年行かずにもう MMA やりたいんだけどな、でも東京で金取ったらまた全然違う感じで MMA 入れるよなみたいな、説得力として UFC へ近道となるアイテムが1個ゲットできるよなと思って、
いろいろ迷ったんですけど、そこにレスリングを集中して取り組める企業さんを紹介していただける話があったりとか、はい、周りからのそういう勧め、オリンピックをちゃんと目指してメダル取って MMA 行った方がいいっていうアドバイスだったりとか、その時の状況を見て、はい、東京オリンピック頑張りますって言いましたね。リオデジャネイロオリンピックの予選負けた時にそこから目指していくんですけど、はい、そこも最終予選2019年の決勝12月で負けちゃって、もうこれ以上先送りはないっていうので、MMA に行きました。区切りをつけたと。はい、天皇杯の決勝がその金メダルを取った乙黒選手ですもんね。はい、そうですね。はい、肩の大怪我で完治しないまま決勝まで勝ち上がったのは本当にすごいことですよね。そうですね。まあ自信にもなったですかね。はい。これでレスリングをやりきって夢である MMA に転校。そうですね。今話したのが大学時代から社会人レスリング編になります。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。今回まあその大学時代編伺えるっていうことでリンヤ選手のねキャンパスライフなんか送ってないですけどね。いやレスリングのキャンパスの上っていう意味だったら、はい、うまいこと言うけどそういうんじゃないですけど、全然。